さびーむ日本語教師 VTuber のわさびです。ようこそオノマトピアへ。オノマトピアとはオノマトペを勉強するためのユートピアです。特に便利なオノマトペや似ているオノマトペの違い、使い方などを紹介していきます。リストにまとめていくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日は日常会話で使えるオノマトペを10個紹介します。それではオノマトペの世界へ行ってみよう。ドキドキ。ドキドキは一番有名なオノマトペかもしれません。運動した時、緊張した時、興奮している時。これはポジティブ、ネガティブどちらにも使うことができます。それでは例文を見てみましょう。走ってきたのでドキドキしている。初めてのデートはドキドキした。JLPT の前はいつもドキドキする。このようにいろんなシーンで使うことができるのでとっても便利です。ワクワク。これはとっても有名なセリフがありますよね。おらワクワクすっぞ。これです。未来のことを考えて楽しみにするときに使います。ドキドキとの違いは心臓が早く動いているかいないかです。ワクワクの時は心臓のスピードは関係ないです。それでは例文を確認しましょう。新しい仕事を始めるのでワクワクしている。ワクワクして寝られなかった。ワクワクは未来のことを考えている自分に使います。それが過去になった時はもちろん過去の形と一緒に使うことができるんです。昨日の、先週の、先月の、去年の私はワクワクしていた。こういうことです。イライラ。これはストレスがあって機嫌が悪い状態のことです。高速道路なのに渋滞していてイライラした。同じミスをする自分にイライラする。このオノマトペには漢字があります。2つ目の漢字は1つ目の漢字をもう一度書きますという意味です。最近はカタカナで書くことが多いです。ブラブラ。ブラブラには違う意味とニュアンスがあるんですが、まず例文を見てみましょう。天気もいいし、その辺ブラブラしてくる。これは目的のない散歩、行き先のない散歩です。暇だし家の近くでも歩こうって意味です。次の例を見てください。退職してから毎日ブラブラしている。退職はどんな意味でしたか？そうですね。仕事を辞めるという意味です。つまり、仕事を辞めたので毎日予定がないということです。この2つには自由なというニュアンスがありますよね。でも次の例文を見てください。猿がブラブラ揺れてた。これは目的がないとか予定がない、自由なというニュアンスではありません。ただ、同じところを行ったり来たり揺れてる様子に使うんです。揺れるといえば、ゆらゆらも有名ですが、ゆらゆらはもっと大きな揺れに使ってください。例えば、船がゆらゆら揺れてたとか、地震で家がゆらゆら揺れたといった感じです。ふらふら。これもよく似ていますが、ブラブラよりもっと不安定なイメージです。意志がない、ノーコントロールな感じです。例文はこちらです。酔っ払いがフラフラしていて心配になる。あとは、
おばあちゃんは年のせいで歩くとフラフラしていると言ったりします。熱中症でフラフラする。暑すぎて頭が回りません。集中できません。そんな意味です。サウナの後とか勉強しすぎた後にも使えます。最後は全然違う意味です。恋人がいるのにフラフラして。このフラフラは気持ちが一つに決まってないという意味です。ちなみにこの文はフラフラしてと途中で終わっています。最後まで言っていません。もちろんこの後には良くないです、悪いですというようなネガティブな言葉が続きますが、そこを省略しています。とても日本人的な話し方です。日本人はネガティブなことを曖昧にする話し方をよくします。ぜひ覚えておいてください。くたくた。これは人にも物にも使えます。一番有名な使い方はやっぱりこれ。毎日残業でくたくただ。すんごく疲れた時に使ってください。他には、一日中海で泳いでくたくたですのように、仕事にも遊びにも使えます。物に使うときはこんな感じ。くたくたの毛布を捨てられない。もう10年、15年使ってるんです。子供の頃からずっと一緒で、この毛布がないと寝られません。でもこの毛布はもうくたくた。こんな感じです。あとは新品でも柔らかくてとろけるような気持ちいいクッションや枕などに使うこともできます。このクッションはくたくたで気持ちいいって感じです。だらだら。だらだらは元気がある時にもない時にも使えます。ただ何もしない、動きが遅い、そんな状態のことです。では例文を読んでみましょう。週末は一日中ダラダラしたい。ダラダラ続く会議は地獄。一つ目の例文は何もしません、ゆっくりします、急ぎませんという意味ですが、二つ目の例文は何をしているのかよくわからない時間がずっと続いているような、みんなが集中していない最悪な会議という意味です。そしてもう一つ全く違う使い方があります。汗だらだらになるほど暑い。これは水や汗、血、よだれなどの液体がたくさん出ているという意味です。だらだらもふらふらと同じで、あまりいい意味では使いません。うとうと。うとうとしていたと言って少し寝ている時と寝ていない時があります。酔っ払いが酔ってないよっていうのとちょっと似ています。話が長すぎてうとうとしてしまった。うとうとしていたら映画が終わっていた。皆さんこんな経験はありませんか？私はたくさんあります。うとうとするのって結構気持ちいいですよね。ギリギリ。いろんな場面で使えます。これは特に便利なオノマトペの一つです。時間やサイズ、点数などいろんなものに使えます。賞味期限ギリギリの牛乳を買った。賞味期限はこの日までに食べてくださいねというサインです。そのサインに近くなると食べ物や飲み物の値段が安くなります。誰に聞いても賞味期限ギリギリの牛乳だけはダメだと言われます。あなたもそう思いますか？では次の例文です。この靴はギリギリ入るけど。これはものすごく日本人らしい話し方です。皆さん、
この人はこの靴を買うと思いますか？そうですね。この人は多分この靴を買わないでしょう。ギリギリなので履けるんです。大丈夫。でも、入るけど、と言っているので、歩くと痛いとか、何か問題がありますってアピールなんです。日本人はよく最後まで言わない話し方、曖昧な話し方をします。けどの意味を考えると続きの文がわかりますよね。少し難しいですが、皆さん文脈です。そう、コンテクストです。文脈に気をつけましょう。チラチラ。今日最後のオノマトペです。例えば、目の前に大好きな人がいて、恥ずかしい、でも見たい、チラ、チラチラ、みたいな感じで、少しずつ何度も見るときに使います。この時に大事なのは、少しだけ見るということと、何度も見るということです。目だけで見るっていうニュアンスが強いです。仕事中に携帯をチラチラ見てしまった。ボスにバレないように見るってことです。何度もチラ見してしまった。チラ見。これは教科書では習わない新しい言葉です。若い人がよく使います。少しだけ見るという意味です。そして、この言葉には反対の言葉があって、ガン見と言います。思わずガン見してしまった。ガン見は、まっすぐそれを見るという意味です。遠慮せずに見るというニュアンスがあります。これはどちらも名詞です。オノマトピア第1回。今日は日常生活でよく使うオノマトペを10個紹介しました。いかがでしたか？オノマトピアではテーマを決めていろんなオノマトペを紹介していきます。リストに更新していくので見逃さないようにぜひチャンネル登録よろしくお願いします。少しでも勉強になったって思ったら高評価お願いします。では次の動画でお会いしましょう。おつわっさびーむ。バイバイ。